健康でいたいって皆さん思いますよね。でも、その健康って一体何なんでしょうか？ただ病気じゃないってこと？うーん、それだけじゃないかもしれません。もしかしたら本当の答えって、僕たちが当たり前だと思っていることのずっと外側にあるのかもしれない。今回はそんな常識をガラッとひっくり返すような日本の本5冊からそのヒントを探っていきましょう。はい、今日の流れはこんな感じです。まず、健康っていう言葉の本当の意味を考えます。次に、病気を防ぐ予防の凄さを見て、それから科学的な事実が社会のシステムに負けちゃうなんていう現実にも迫ります。データだけじゃわからない健康の話にも触れて、最後に僕たちがどうやって自分の健康の主導権を握るか、その答えを探っていきます。それではセクション1、健康の本当の意味。いきなりですけど、あなたの体っていつだってあなたの最強の味方なんですよ。たとえ僕たちが無茶をしたり体に悪いことをしちゃっても、体は必死でそれに適応してあなたを守ろうと頑張ってくれてるんです。ちょっとこの言葉見てください。糖尿病は食べ過ぎが原因で体が適応しようと努力した結果。これある本の一節なんですけど、すごい視点ですよね。つまり糖尿病って体が壊れたんじゃなくて、食べ過ぎっていう過酷な状況に必死で対応した結果だって言うんですよ。こう考えると、ただ薬で症状を抑えるんじゃなくて、なんでそうなったのっていう根本の原因、つまり僕たちの生活そのものを見直すことが本当の解決策なんだってわかりますよね。さて、セクション2は、予防こそ最良の薬。実は、最高の医療って、病気になってから受けるすごい治療なんかじゃなくて、病気にならないために毎日コツコツ積み重ねるちっちゃな習慣の中にあるのかもしれない。その驚くべき効果を見ていきましょう。このスライドすごく面白いと思いませんか？ある歯の教科書によると、日本では痛くなったら歯医者に行くっていうのが普通ですよね。でもアメリカだと痛くならないように歯医者に行くのが当たり前。これなんでかっていうと、アメリカは虫歯1本の治療費がめちゃくちゃ高いから。だから予防した方が断然経済的なんです。じゃあ具体的にどうすればいいのか。この本が言ってるのは、例えば子供が10歳になるまで親が仕上げ磨きをしてあげること。あと3歳までに虫歯ゼロを達成できれば、一生虫歯になるリスクがなんと4分の1に減るんです。そして意外な落とし穴がスポーツドリンク。あれはもう砂糖の塊だと。自分で磨くだけじゃ限界があるから、プロに定期的に掃除してもらうのも必須。これ全部未来の治療費と痛みをなくすための賢い投資なんですよね。予防の力がどれだけすごいか、もう一つ衝撃的な数字をお見せします。6年。これ、禁煙っていうたった一つの習慣を変えるだけで手に入るかもしれない時間です。病気になってからの治療ももちろん大事ですけど、その前にできることの影響力ってとんでもなく大きいってことですよね。さて、ここからはちょっと話が複雑になります。セクション3、科学がシステムに負けるとき。科学的には正しいと分かっているのに、それが世の中の常識とか医療の現場とずれてしまうことがある。そんなケースを見ていきましょう。まずは日本の HPV ワクチン問題です。このタイムラインを見てください。2013年の4月に定期接種になったのに、たった2ヶ月後には副反応の報道がきっかけで国が積極的な推奨をやめちゃったんです。その後、専門家たちが安全だっていう声明を出しても、今も接種率は 1% 未満っていう信じられない状況が続いています。そしてこの低い接種率がもたらす悲劇がこの数字です。3000人。これは日本で毎年子宮頸がんで亡くなっている女性の数です。ワクチンで防げたかもしれない命がこれだけ失われている。これってもうただの議論じゃなくて、僕たちの目の前にある重い現実なんです。じゃあ一体なんでこんなことになったんでしょうか。10万個の子宮っていう本は、一部のメディアが報道のスタンスを変えた裏には、被害を訴える団体からの連日の抗議があったと指摘しています。つまり、科学的な事実とは別に、メディアの作り出す物語とか、社会の動きが公衆衛生の政策を大きく左右してしまうことがあるということなんです。システムがうまく機能していない例は他にもあります。次に紹介するのは 99.9% が誤用の抗生物質っていう本が示す本当に衝撃的な数字です。日本で出されるある種の抗生物質の実に 99.9% が誤用、つまり間違った使われ方だと推定されてるんです。
その抗生物質っていうのが第3世代セフム。これ、どんな薬かっていうと、肺炎とか髄膜炎みたいな、本当に重い感染症の時に使う最後の切り札みたいな薬なんです。その薬がウイルスが原因の抗生物質が効くはずのないただの風邪に処方されちゃってる。この間違った使い方が薬が効かない耐性菌をどんどん生み出していて、これものすごく危険な状況なんですよ。これまではデータとかシステムとか少し大きな話をしてきましたけど、セクション4では健康の見逃されがちな側面に焦点を当てます。ここでは健康や病がもたらすすごく個人的で感情的で、そして時には孤立しがちなケアの現実について見ていきます。ある本にこんな胸が締め付けられるような言葉がありました。父のために何かを我慢したら結局父を恨んでしまう。これは介護っていう厳しい現実の中で自分自身を見失わないことがどれほど大切で、そして難しいかを表していますよね。この本は著者の体験を誰にでも役立つアドバイスに変えてくれています。介護を乗り切るための3つのステップ。まずは感情を整理するために書くこと。次に自分の人生や幸せを犠牲にしないためにはけ口を見つけること。そして最も重要なのが孤立しないためにつながりを作ること。介護する人が孤立するのが一番危ないんです。さあ、いよいよ最後のセクションです。あなたの健康はあなたの手に。ここまでの話から見えてきた教訓をまとめて、僕たち一人一人が自分の健康の舵をどう握っていくべきか、そのヒントを探っていきましょう。最初の教訓はもうこれにつきます。治療よりも習慣。思い出してください。歯磨きの話や禁煙の話。病気になってから大金を払うよりも、毎日の小さな積み重ねこそが健康っていう揺るがない土台を作る一番確実で一番賢い方法なんです。2つ目の教訓。語られる物語を疑うこと。ワクチンの話や風邪に効かない抗生物質の話がそうでしたよね。みんながそう言っているから、ニュースで見たからっていうだけで鵜呑みにするのはすごく危険です。それ本当なのかなって一度立ち止まって考える、その目が僕たちには必要なんです。そして3つ目の教訓は、コミュニティが命ぞだあるということです。介護者の物語が教えてくれたように、大変な状況で孤立することほど危険なことはありません。助けを求めて誰かとつながることが、心と体の健康を支える何よりの力になるんです。ここまで見てきたように、健康に関する知識や情報って僕たちの周りにたくさんあるんです。問題はそれを知っているかどうかじゃない、どう使いどう行動に移すかなんです。情報はもうあなたの目の前にあります。さあ、あなたはそれを使う準備ができていますか？